皆さんこんばんは。マイチューンド RC カーやわ第6夜はダークネットの話をします。ダークネットといっても、もちろんサイバー犯罪や違法取引のダークウェブとは関係ありません。この名称はこのマシンの2つの要素の掛け合わせ、ダークインパクトとホーネット2つの名前の言葉遊びです。現在手元にあるダークネットは初代を再現発展させてつい最近完成した2号車です。初号機は2006年4月17日夕刻、晩酌中にひらめいたアイデアを即実行に移し、スタートしたプロジェクトです。当時タミヤの最新鋭4駆バギーだった DF03 のシャーシー幅を詰め、ホーネットのバスタブとニコイチした以外 DF03 そのものです。旧車のシルエットとレーシングバギーの走行性能のマリアージュ、これが本社製作の趣旨です。ダークインパクトのホーネット、略してダークネットと名付けたこのマシンは、走らせて楽しいだけでなく、2006年度タミヤバギーチャレンジ富山大会での優勝をはじめ、各イベントで好成績を残しました。しかしその後、高出力のモディファイモーターに換装し、無制限イベントで酷使した結果、各部が破損。ついには修復を諦め廃棄しました。とはいえ、独特の存在感と痛快な走行性を忘れることはできず、いつかまた作ろうと思ううちに月日は流れ、ホーネット40周年を迎えた今年、ついに着手。初号機誕生から実に18年経っていました。さて、この年、僕が開発を進めた DF03 は、常川大輔氏のドライブにより、ワールドチャンピオン戦でポールポジションから決勝3ヒートすべてトップゴールという完全勝利を達成します。当時真剣に選手権を追いかけていたので、今でもストックのパーツがたくさん残っています。それらを持ち帰り製作を開始しました。DF03 もホーネットもシャーシーは ABS 製なので、カッターノコや彫刻刀、そしてピンバイスがあれば簡単に加工することができます。シャーシーを合体させる上で、干渉する部分や不要な部分をどんどん切り取っていきます。通常、糸のこ切りでは不可能な加工も、カッターノコなら簡単気軽に行えます。この手の改造を行うには筆形のツールです。難なく切り出すことができました。DF03 のシャーシーはバッテリーベイの切り欠きから 13mm の幅で切り落とします。切り出したパーツ同士を重ねてみます。2つのシャーシーを合体させます。アクリサンデーというプラスチックを溶かしてくっつける接着剤でくっつけます。接着というよりは溶接です。部品同士を化学的に結合するというか溶かしてくっつけちゃうんで、すごく強くつきます。一つ失敗をしていました。ギアボックスとプロペラシャフトが通るよう後加工を行います。ピンバイスで穴を開けてカッターノコで切り抜きました。ちなみに2006年に作った初号機ではこの部分は丸ごと切ってありました。このくらい抜いても問題ないようです。できた。ひとまず完成です。このままでも走るのですが、もう一工夫です。カーボンの薄板でメカデッキを作ってあります。次はボディの加工です。マスキングテープをガイドにしてハサミで切ります。必要に応じて後加工をして完成です。パーツのランナーを流用して移設用のボディマウントを作りました。フリクションダンパー用の部品をドリルで広げてストッパーにします。すべてアクリサンデーで接着します。ホーネットのショックステーの一番後ろの穴に差し込んで完成です。かなりホイールベースが長いのですが、プロポーションのバランスが取れます。
公園にシェイクダウンに来ました。ちょっとまだね、へさきがついてないんですけど、バッテリーはリフェ、モーターは 15.5 ターン、タミヤさんのサーキットでね、走らせるつもりなんで、一応そういった仕様にしてきました。遅いな。こんなもんなの。スピードが出ませんね、全然。ハイポイント入ってんだろうな、これ。フルクはあるんだけど、ぐりぐり回る。ちょっと打角多いかな。遅い。とりあえずデュアルレートがどこにあるか分かんないまま終了してしまった。昨日ポチってもう来た。ちょっとへさきをね仮止めしてモーターを 10.5 ターンに変更して再度走らせてみます。どうかな。打角もね調整できるようにしました。デュアルレートトリムの4に振り当てたのすっかり忘れてた。こんなもんなのか。でも格段にスピードアップしたね。いい感じいい感じ。打角も少し落としたから動きもすごいスムーズになった。やっぱこう足がどうこうっていうよりもやっぱ芝に引っかかるね。すごいしっかり走るね。いい、これはいいです。あとそれから4パチピッチのねピニオンギア間違ってつけてたんだよね前回は。いいね。いや楽しい楽しい。いやこれは楽しいです。これは面白いわ。これは面白い。ちょっと草が深いんだけどものともせずですね、ぐいぐい進むのがいい感じいい感じ。これねショックタワー支持してる部分がちょっと割れてるのをね発見したんで、そこどうにかしないといけないんだけど、さっき大丈夫だったかな、ひっくり返ったの。芝生なんでねそんなに傷ついてないか。よかった。面白い面白い面白い。楽しい。いやこれはいいね。開けてれば前から落ちるようなこともないね。もうちょっと加速してもいいんだけど、これビフェだとしょうがないのかな。もうなんかもっと高く落としてもいいぐらいだね。8割ぐらいでいいんだよね。曲がる曲がる。それでも曲がる。あんまり走らせるとまたアルミのカウンターギアがダメになっちゃうんで、もうこの辺にしとくか。走るねこれ。試さキット持ってっても多分ちゃんと走ると思う。問題はジャンプだけど。はい、いい感じでした。
楽しみ。この後へさきを固定してレーシングバンパーを取り付けました。位置出し難易度ね、過去一だったかもしれないこれ。どうやって固定するかっていうのにね、すごい悩みました。裏側見たらわかると思うんだけど、この1個目のバンパーともともとあるバンパーとが同一線上に来て、しかも上面がそんなに不自然でない状態でつながって、そしてここがちゃんと穴位置ノーマルと同じで止まるようにするのにもうすごい中もいろいろパーツ作ったり外したりしてね、こんな風になりました最終的にね。スペースがね全然ないから、ここベベルギアがあって、いやーちょっとね仕上げ荒いんですけど、なんとかつきました。でここ接着面なんですけども、まあ分かりますよね。上に乗っけてね、接着してあります。メチレンクロライドって言ってね、アクリサンデーですね。溶かしてくっつけてあります。で、くっつけた後は、ベルトサンダーとかね、紙やすりで、整えてあります。裏側の様子を見ると、種車が DF03 であるということがよくわかると思います。基本的にシャーシーにはね、手をつけてないんですよ、これ。わかりますよね。だから、すべてオプションなんかも DF03 のものが使えます。各部のディテールでね、騙されちゃうかもしれないですけど、DF03 です。簡単に言っちゃうと DF03 のメインシャーシの幅を詰めて、そこにホーネットの、メインシャーシをくり抜いたものをね、乗せて、接着してあります。で、メカ乗る位置がね、あまり自由度がないんで、サーボはこういった位置にくっついてますし、ESC、スピードコントローラーですね。スピードコントローラーは、メカデッキの上に乗ってます。それから、パワーユニットは、タミヤさんのブラシレスが収まってます。ね、冷えないかもしれないんだけど、遊び道具なので。で、スリッパーも入ってますし、なんだ。つけようと思ったらトルクスプリッターなんかもつきますね。結構面白いです。面白いので、いつか復元してやろうかなと思ってたんだけど、18年経っちゃいました。普段リポを使ってるんでね、コードちょっと短めにしたんですけど、タミヤさんのね、リフェが、さらにコードが短いんで、もうほぼギリギリになってます。タミヤサーキットではね、リポ使えないんで、で、リフェを急遽乗せたんだけども、ケーブルが短くて、ギリギリですね。ようやっと届きました。メカデッキはね、そのままだと素通しで、接着面だとかね、見えちゃって、ちょっとみっともないなと思ったんで、カーボンファイバーで覆いを作りました。というわけで、18年ぶりに制作した DF03 ホーネット。どこまでこだわっても自己満足ですが、趣味に大切なのはそんなことだったりします。お気に入りがまた1台増えました。それでは今晩はこの辺で、皆様も良いラジコンライフをお送りください。ご視聴ありがとうございました。